ウバイドゥッラー、ビン、アブドゥッラーは次のように伝えている。イブン、アッバスはこう言った。預言者、彼に平安と祝福あれの病状が悪化したとき、彼はこう言った。私のために、筆記用具を持ってきなさい。そうすれば、あなた方は迷うことがなくなるという声明を書いてあげます。しかしウマルはこう言った。預言者は10秒です。私たちはアッラーの書物を持っています。それで十分です。しかし預言者、彼に平安と祝福あれの仲間たちはこれについて意見が異なり、大騒ぎになった。それに対して預言者、彼に平安と祝福あれは彼らにこう言った。立ち去れ、そして私を放っておいてくれ。私の前で口論するのは良くない。イブン、アッバスはこう言って出てきました。アッラーの使徒、彼に平安と祝福あれが彼らの反対と騒ぎのために彼らのためにその声明をかけなかったことは、非常に残念なこと、大惨事でした。このハディースから、イブン、アッバスがこの出来事を目撃し、この声明を言いに出てきたことは明らかです。真実はそうではありません。なぜなら、イブン、アッバスはハディースを語る際にこの声明を言っていたのであって、個人的にこの出来事を目撃したわけではないからです。サヒーフ、ブハーリー114。ハディースの説明。預言者、神の祝福と平安がありますようには、生前も死後も国家の統一と分裂の不在を強く望んでいました。そのため、彼はスンナにおいて宗教とその義務を明確にし、意見の相違があるかもしれない多くの事柄を詳しく説明しました。このハディースでは、アブドゥッラー、イブン、アッバス神のご加護と平安あれは、神の死と神のご加護と平安あれが死の床にあった時、つまり彼が最後の病に倒れ、死期が迫っていた時のことを伝えています。ブハーリーの伝承では、ヒジュラ歴11年、彼の死神のご加護と平安あれの4日前の木曜日のことだったと述べられています。家には共有の男たちがいたので、預言者、神のご加護と平安あれはこう言いました。さあ、あなたたちのために書物を書かせてください。そうすれば、あなたたちはそれに従って迷うことがなくなります。それは、彼らにとって正しい道と正しい道への導きとなるでしょう。彼らは彼の後、真実の道から外れ、正義の道からは外れません。彼は意見の相違を解決する判決に関する本を書きたかったと言われています。また、預言者、神の祝福と平安あれは、彼らのために、彼の後のカリフを指定する本を書きたかったとも言われています。これは、預言者、神の祝福と平安あれが病気の初期の頃、アイシャ神のご満悦あれと一緒にいた時に言ったというムスリムの伝承によって裏付けられています。あなたの父上と兄弟を呼んでください。私が本を書きます。誰かがそれを望み、誰かがそれを言うかもしれないと私は恐れている。そして神と信者はバクル以外の誰も受け入れないだろう。ブハーリーにも同様の意味がある。彼らのうちの何人か、すなわちハッタブ、彼に神のご加護がありますようには、二人のサヒーフの伝承で確認されているように、こう言っています。神の使と彼に神のご加護がありますようには苦痛に打ち負かされたので、彼に神のご加護がありますようには、神の使と彼に神のご加護がありますようにを心配し、彼がその本に興味を持ったことで苦痛と病気が増し、特に失神などの症状が伴うのではないかと心配しました。彼は、私に本を持ってきなさいと言ったのは、最善への導きの観点からのことだと考え、神の書は私たちには十分です、と言いました。つまり、私たちにはコーランがあり、それは私たちには十分です、という意味です。全能の神はこう仰せられました。私たちは経典において何も怠っていないアナム。38またこうも仰せられました。今日我はあなた方のためにあなた方の宗教を完成せしめたマイーダ。3復活の日まで、コーランとスンナに明示的または暗黙的に説明されていない出来事は起こりません。これは神のご加護がありますようにの微妙な洞察から来ています。彼は、スンナの説明の代わりにコーランがあれば十分であるという意味ではありませんでした。彼はこれによって、神の使と神のご加護と平安がありますようにの慰めと娯楽を意図していました。病気の重症度と圧倒的な痛み、そして手紙を口述したり直接書くことの難しさのため、回復するまで彼は自分が望むことを書いたり口述したりした。彼がいた家の人々は、彼の家の人々ではなく、仲間たちから意見が分かれた。彼らの中には、彼が手紙を書いてくれるように近寄ってください。そうすれば、あなたは彼の後を追って迷うことがなくなるでしょう、という者もいたし、彼に神のご加護がありますようにの言葉に賛同する別の言葉を言う者もいた。彼らのおしゃべりと意見の相違が激しくなった時、神の使と、彼に神の祝福と平安あれは彼らにこう言いました。立ち上がれ、これは、彼の最初の命令が選択に基づいていたことを示しています。だからこそ、預言者、
神の祝福と平安あれはその後数日生き延び、彼らにそうするようにという命令を繰り返さなかったのです。もしそれが義務であったなら、彼らの反対を理由にそれを放棄することはなかったでしょう。なぜなら、彼は自分に反対する者たちに対抗するためにメッセージを放棄しなかったからです。こう言われています。預言者、神の祝福と平安あれは、反対する者たちに対して警告していた。なぜなら、それは、聖夜の決定やその他の事柄において起こったように、善良さを高めるからです。この本が出版された理由は、ウマルや他の誰かの言葉ではなく、生じた意見の不一致と混乱でした。神が彼ら全員に満足されますように。ハディースの伝承者であるウバイド、アッラーはこう語っています。イブン、アッバース神のご加護がありますように、早くこう言っていました。最大の災難は、神の死と神のご加護と平安がありますようにとその著作の間に起こったものだった。つまり、最大の災難、つまり意見の不一致が、預言者、神のご加護と平安がありますようにが決意していた著作を書くことの防御となったのです。ハディース、知識を書き留める。これには、違いが自分から善良さを奪う理由になる可能性があるということが含まれます。そこには、神の死と神の祝福と平安あれがアリーをイマームに任命したことについてシーア派が主張していることの無効性が含まれています。そこには、預言者、神の祝福と平安あれは、自分の後のカリフの後継者として誰かを明示的に指名しなかった、という内容が含まれています。それには、預言者、神の祝福と平安あれの面前で、啓示が下されていない事柄に関してイジティハードが行われることが含まれます。預言者、神の祝福と平安あれの場合には、文書を放棄することで、シャリーアの規則によって規制されたイジティハードが許可されます。なぜなら、神のご加護と平安が彼に与えられますように、彼は執筆をやめ、彼らを彼ら自身の努力に任せたからです。そこにはこう書かれています。患者を訪問する際のエチケットは、訪問者が患者を煩わせるほど長く患者と一緒にいるべきではなく、患者を動揺させるようなことは何も言ってはならないということです。これには、病人の病状が重くなった場合、訪問者に退去を命じることが許される、などが含まれます。